今日はですね、この日産 NV200 キャンピングカーで車着旅に行ってきます。愛知県にあるキャンピングカービルダー M ザートさんの新型車です。これ1台で普段使いも車旅もできる最強のコンパクトキャンピングカーです。なんといっても走りが抜群なんです。よくキャンピングカーは乗り心地が悪かったり加速しなかったりするんですけど、かなりいいと思います。この NV200 はよく高速道路で追い越し車線走行してるとこ見ます。自分自身今日は初めて乗りますんで、いいという噂の走行性能を体感します。中の居住性もしっかり確保されています。この端から端まで長さは180センチあります。そして自分がこのソファに座ってみても天井に頭つきませんでした。自分の身長は170センチです。内装はこの木がベースですごいおしゃれですよね。天井も木です。レイアウトはこのソファーモードからマットを敷き詰めるとフルフラットに変形します。後ろにはミニテーブルやミニシンクがあります。なんといってもこの薄型のビルトインクーラーですね。こちらが M ザートさんの一番乗りになります。乗車定員は前2人、後ろこことここに1名ずつなんで合計4人乗車です。なので普段は買い物や家族の足として、週末はそれや夫婦で車着できます。全幅 1690mm、高さが 1850mm なんで、細い道や立体駐車場どこでも行けます。秘境の温泉巡りなんかもいいですよね。こういった大きいキャンピングカーだと普通の車も必要で2台持ちの方が多いんですが、この M ザートさんの NV200 新作キャンピングカーはベース車を中古車にすることで価格が280万円と低価格を実現しています。納車までの納期はベース車の納期プラス 3,4 ヶ月だそうです。なので6ヶ月ぐらいですかね。スペックはこちらに掲載しておきます。こちらの車両は 4AT なんですが、新しいモデルだと CVT もあります。駆動方式は2駆と4駆選べます。8ナンバーキャンピングカー登録なので車検は2年に1回、ベース車両によって価格は変動します。このデモカーは280万円、諸経費込みです。このコンパクトタイプのバンコンで比較されるのがタウンエースになると思います。自分もタウンエースは注目していたのでたくさん動画出してきました。なので今日はタウンエースと比較しながらレビューしていきたいと思います。一番の違いは何といってもエンジンの位置ですね。この NV200 はフロントにあります。タウンエースの場合は運転席の下こちらにあります。なので先がとんがっているちょっとスタイリッシュな感じですね。タウンエースはもう何もありません。こういったグレーのモデルだったらかなり締まって見えてかっこいいですね。エンジンが前にあるということで走行中は静かでエンジンの熱も車内に入りにくいと思います。そして万が一の時これクラッシャブルゾーンになりますね。安全性も高いですね。でも一番気になるのがこの車内空間です。少し狭くなります。この辺どうなのか、狭くて過ごしにくくないか、車内でご飯食べて寝てみて体感します。そしてこのビルトインエアコンの性能ですね。かなり細いこの家具に入っています。昼間暑い時にエアコン効くのか、そしてうるさくないのか、何時間使えるのか試します。バッテリーはこのソファ下に収納されています。 100Ah が標準で 200Ah がオプションで、この車は 200Ah 搭載されています。車中泊のアイテムなどはこのソファ下に収納しました。今回2泊3日の車中泊旅に出かけます。初日は一般道を走行し普段使いを想定して車中泊、2日目は高速道路を走行しパーキングエリアかサービスエリアで車中泊します。それでは安全運転で行ってきます。まずこの出だし走ってみて感想なんですけど、めちゃくちゃ軽いです。少しアクセルを踏むだけですぐに法定速度に達します。タウンエースも街乗り不自由ないんですが、この NV200 ベースはさらに速いですね。というのもエンジンの排気量が NV200 は 1600cc、 タウンエースは 1500cc です。ほんの少し違うだけなんですけどかなり速く感じます。そして何よりですね、乗り心地がすごいいいです。道端のマンホールの凹凸ですね、あとは道路のつなぎ目など凸凹のところなんですけど、ガタンガタンとせずにすごい衝撃をいなしてくれてます。もうほんと乗用車と変わらないですね。まさかこの車がキャンピングカーだとは誰も思わないでしょう。はい、燃費測りたいんでガソリン満タンにします。燃料タンクはここですね。はい、トリップメーターリセットしておきます。次信号止まったら0から40まで強めに踏んでタイム計測してみます。はいはい、いや一瞬でしたね。ちょっと自分勘違いして、これ制限速度50キロでした。40キロまでの加速になっちゃいました。もう強めに踏んだんですけど前か浮き上がるようなそんな挙動がありました。走行性能はもう明らかにタウンエースより上ですね。
はい、ブレーキなんですけど、街乗り30分ぐらいして何回か強めに踏んだりしてみたんですけど、かなりよく効きます。こちらもタウンエースよりよく効いているような気がします。後ろ仮装されてるんですけど、全然重さは感じません。今から行くところなんですけど、愛知県の山の方に温泉併設の道の駅があります。そちらに向かいます。この車だったら山道もスイスイ走ってくれると思います。楽しみです。山入る前にスーパー寄ります。すごいいい感じの地元のスーパーがありました。もうここからは山道になってその直前にありました。駐車場は線が一本のところでそんな広くないんですけど、やはり車はコンパクトなんで余裕で収まりました。後輪輪止めまでバックして前はこんなにスペースがあります。で左右もこちら少し余裕があって、で反対側ですね、ここもかなり余裕があります。これだったらどんな駐車場でも問題なく止められます。冷蔵庫はエムザートさんにお借りしました。買い物してから少しお茶したいんで、この車内エアコンで冷やしておきます。現在サブバッテリーは 100% です。冷蔵庫だけ電気使っています。こちらのビルトインエアコンなんですけど、前にアトレに搭載されたモデルで一度使わせてもらいました。その時より改良されているようです。一つはより省エネ、二つ目に一番冷えるモードを追加されたそうです。それではつけていきます。こちらの左のノブを長押しするとエアコンが作動します。こちらの右のつまみを押していくとオートモード、エコモード、マニュアルモードと変わっていきます。とりあえずオートモードにして設定温度どうしましょう、22度にしておきます。そうなると風がかなり強くなって冷たい風来てるんですけど、音も結構しますね。現在マックスです。設定温度に達すれば音は小さくなると思います。運転席との仕切りカーテンしておきます。こちらのカーテンはかなり使い勝手いいですね。でこちら全体的にカーテンありますんで、こちらオプションなんですけど、クーラーつける方はぜひつけたいオプションですね。ガンガンに太陽の光が車に当たっています。それでは車内で少し休憩します。いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。今回の収納なんですけど、このソファーの下にゴミ箱、そしてこちらクッカーなど入れてます。であとはゴミ袋ですね。で入り口のこちらなんですけど、下駄箱みたいな感じで空洞があります。ここ靴入れれます。で今回はこんな感じで汚れないように靴置き持ってきました。でこちら側には食料などです。でこの奥ですね、少しスペースありましたんで着替えなどを入れてます。でここにはシュラフや枕、着替え、でこちらも木のボックスで調理器具など収納を入れてます。でその奥ですね、このシンクの下が給排水10リッターずつあります。今回お水10リッター入れてきました。 NV200 の収納がかなり不安だったんですけど、いつも使っている写着道具は問題なく入りました。フルフワットにすればここも全部収納になりますんで、2人でも問題なく写着できそうです。で今現在車内の温度なんですけど 26.3 度です。で外気温が 28.4 度、影に温度計設置しています。これ仕切りカーテン下向こうに温度計が置いてるんですけど、そちらは33度でした。なのでクーラーがしっかり効いているのは分かると思います。ただオートモード22度だと結構暑かったんで今マニュアルモードにしてます。オートモードだと設定温度になったらたまるんですけど、その直射日光がすごい暑くてすぐに車内が暑くなってしまいます。なのでマニュアルで弱い風をずっと出したような状態にしてます。これだったらかなり涼しいです。この辺はどの設定がいいのか今回の旅でいろいろ試したいと思います。あとはこの遮光カーテンですね、これ閉めといたらかなり冷えると思います。後でそちらも試します。で現在マニュアルモードで風量3にしてます。それで消費電力が24ワットですね。そして残量が 82%、約1時間10分使用して 18% 消費したことになります。
大体の計算ですが、日中でも5時間ぐらいは 200Ah バッテリーがあれば使えるかなと思います。現在の外気温が28度の直射日光という感じなんで、もう30度35度とかなってくるとまた変わってくると思います。この辺も今回の旅でいろいろ試しながら検証していきます。じゃあ一旦切って出発します。それでは安全運転で再出発します。はい、山の中入ってきました。でいくつかのコーナーを曲がってみたんですけど、もう本当にハンドルを切ればスッと頭が入って綺麗に曲がってくれます。コーナリング時の横へのロールもあまりなく、やはり車高がないのでそんなにロールはないですね。これだったら山の中どんどん進んでいきたくなります。運転していてすごい楽しいです。後ろのきしみはもうほとんどないですね。普通こういったキャンピングカーだと段差のショックであったり、きついコーナリング時に家具のきしみ音がするんですけど、今のところそういったことは全くありません。後ろ仮装されているのを忘れるぐらいです。はい、今結構きつい上りに入ったんですけど、ちょっと失速したんで軽くほんの少しだけ踏み出すとすぐに速度が戻ってくれました。もう余裕ですね。結構きつい上りでもさらに踏み込むと再加速してくれます。これは高速道路のドアン車線も全く問題なさそうですね。なんとか日が暮れる前に車着スポット到着しました。結構長時間走行しました。でもやっぱりよく曲がってくれますんで、全然苦労することもなく山道を走行できました。もうハンドル曲げた方にスッて曲がっていってくれます。山道のコーナリングに関してタウンエースと比較すると NV200 の方が断然上ですね。タウンエースの場合はコーナリングした時にロールを結構感じるんですけど、 NV200 の方はスイスイ曲がってロールも少なかったです。なんか走ってすごい低重心な感じがしました。あとは中の居住性ですね。一晩泊まってみてじっくり体験します。それでは車内の車着セッティングしていきます。バッテリーなんですけど 100% に戻ってます。スーパー出てから到着するまで約1時間半ぐらい走行しました。1時間半で 18% 増えたんではなくて、もう1時間ぐらい経ってから 100% になってた気がします。今日またたくさん使ってみて、明日も走行充電何%増えるか確かめます。それでは全部のカーテンしていきます。カーテンはこういったマジックテープで留められています。で広げて、この端はホックですね。簡単に閉めることができます。リアの窓のカーテンは上と下両方レールあって隙間ができないようになってます。全部のカーテンこんな感じで端隙間空くところもホックになっていて、ぴったり隙間なくカーテンができます。今回ポータブルバッテリーを持ってきました。エアコン使用するときは他の電気はポータブルバッテリーで補って、このキャンピングカーのサブバッテリーで何時間エアコンを使えるか検証します。NV200 の助手席なんですけど、こんな感じでフルフラットになります。これめちゃくちゃいいですよね。年代によってフルフラットになるのとならないのがあるみたいです。古い方がフルフラットになるそうです。車中泊で使用するなら絶対こっちの方がいいですよね。照明なんですけど、この真ん中にメインの LED の照明があります。これだけなんで暗いかなと思ったんですけど、意外といけますね。あとはシンクの横にスポットライトがあります。こんな感じで照明の温度色を変えられます。電気のスイッチ系はここに集約されています。これが電気ですね。であとは USB ですね。入力端子があります。その下、ここはインバーターのスイッチですね。これをオンにするとサブバッテリーの DC から AC に変換してくれますんで、ここのコンセントが使用できるようになります。この車は 1500W のオプションのインバーターが設置されています。電気関係はここのソファーの下に全部集約されています。インバーターやサブバッテリーなどあります。走行充電器もあります。でその横にこのシガーソケットがあります。これで冷蔵庫の電源を現在取っています。でこの上がファンになっていて、中の温度が50度になるとファンが回って冷やしてくれます。走行充電器の温度が上がってくると発電量がどんどん下がってきますんで、このファンは車中旅では重要な役割を果たします。そして家具なんですけど、色変えれるようです。ここの天井はこれ化粧板になっています。エムザートさんでサンプル見てきたんですけど、なんと200種類ぐらいから変えられます。このソファーの生地も200種類ぐらいから選べます。なので自分好みの車内に変えられます。自分は結構この木目調の家具と生地の色好きです。ちょっと暗くなってきましたね。お風呂先行ってきます。ここの道の駅は大きい温泉が併設されています。着替えはここちょうどいいスペースありました。やはり山の中の道の駅なんで駐車場車かなり少ないです。向こうも広めの駐車場あるんですけど、もう誰もいてないですね。結構静かなんで夜はぐっすり眠れそうです。聞こえるのはカエルの音だけです。
ここが道の駅のトイレですね。今日はこちらを利用させていただきます。道の駅の真ん中のところにこういった野外のテーブルと椅子があって、大きい屋根があります。その横には今はもう営業してないんですけど、どんぐり横丁といって鮎の串焼きや五平餅、へぼ飯というのが売ってるそうです。営業時間内だったらここでご飯も食べれるんでかなりいいですね。こちらがすぐ横にあるどんぐりの湯温泉です。かなり大きいですね。それでは一風呂浴びてきます。ここの温泉過去一でした。600円とかなり安いんですが、中が広くてお風呂の種類も多くて、なんと歩けるお風呂もありました。露天風呂も広いんですけど、山の中にあるということでほとんど人がいませんでした。かなりおすすめです。今度は家族で来たいですね。涼しくなってきました。今日の夜はエアコンいらないですね。ここの道の駅街灯多くてすごく明るくて全然怖さはありません。それでは車内でゆっくり楽しみます。しばらくこの車内で一人でいたんですけど、なんかすごい落ち着きます。この木目調いいですね。やっぱり明るい木目調なんで光が反射して車内が明るく見えます。エアコンつけたかったんですけど、現在車内の温度が 21.5 度、外気温が 14.2 度と全く必要ありません。ただどうしてもチェックしたいことが1点あります。それは騒音です。今日お昼つけた時に風量が強だとかなりうるさかったです。あとは車外の騒音ですね。室外機の騒音も調べておきます。スペクトラムアナライザーのアプリを使って騒音を計測します。まずは無音の状態で何デシベルか調べます。44デシベルでした。結構静かですね。まずは冷房をつけて不良小で計測します。車内の真ん中ぐらい、冷房からだいたい1メーターぐらいですね、離れた場所で計測します。小だと57デシベルでした。これはかなり静かです。じゃあ次は中でいきます。62デシベルでした。自分はこのぐらいまでは大丈夫です。人によってはうるさいと感じる方もいてるかもしれません。次は一番強くします。風量最大はもう爆音ですね。今はもう下げてます。では中にして外の音を調べます。室外機はこのリアの方にあります。で、横の駐車場で一度計測してみます。59デシベルです。しっかり室外機の音が聞こえるんですけど、そこまでうるさいなっていう感じではないです。次は一つ開けてみます。57デシベルでした。少し下がりました。結構静まり返った道の駅だったら、隣だったら音はちょっと気を使うかなという程度です。でもエンジンつけてるに比べるとだいぶ静かです。こういった静かな道の駅で隣に車が止めていて、その車が開けて過ごされていたらちょっと気を使うと思います。自分的には問題ないレベルだと思います。それでは車中飯、おつまみ的なものをいただきます。ちょっと換気ができないということで、この地元三河湾のお魚をお作り、これはタイですね。こちらいただきます。そしてもう一つ、こちらも愛知県の名物です。夏目ホルモン特製土手煮、こちらなんですけど、IH 対応のアルミ鍋で、蓋がありますんで、これを温めるだけなら車内に匂いそんなにしないかなと思います。今回クーラーはもう使えませんので、この IH 調理器はキャンピングカーのサバティから電気使えます。これやっぱり上の蓋取った方がいいですかね。アルミホイルで蓋しておきます。ホルモン温めてる間にタイのお刺身いただきます。うわ、美味しそうです。匂いができるだけ車内に充満しないようにもう火は止めておきます。
いただきます。熱い。ごちそうさまでした。今回洗い物なかったのでシンクは使ってません。ただお水入れてきていますんで、こんな感じで使用できます。歯磨きなどにちょうどいいサイズですね。自分の手と比較するとこのシンクの小ささがわかると思います。なので歯磨きやコップを洗うぐらいですね。そのぐらいの用途になると思います。シンク使っていて発見したんですけど、これ伸びます。なのでバックドアを開けて外であしらったりできます。さあ、それでは着替えてベッド展開済ましておきます。このマットそんなに分厚くないんですけど、5センチぐらいですかね。木の板もあるんで、この柔らかいところは多分3センチぐらいだと思います。寝心地どうでしょうか。今回はシュラフを持ってきました。こちらで眠ります。ベッド展開は一瞬で終わります。このソファーの背もたれ、こちらをここにはめて、でもう1枚をここにはめます。はい、これで完成です。これで横幅が139センチで長さが180センチで、このソファーの座面から上、こちらが95センチです。なので大人2人が余裕で眠れます。寝てみた感じなんですけど、やっぱり横はかなり広いですね。で、長さが180なんで、頭ギリギリまで枕上にしないといけません。そうすると自分は身長170センチなんですけど、つま先は当たらずに眠れます。もしくはもう一人だったらこんな感じで斜めに寝てしまえばかなり広く使えます。軽く寝てみた感じ、ちょっと硬い気がするんですけどね。この辺は実際に一晩寝てみてどうなってるか、また明日の朝お伝えします。今日は NV200 で山道運転していてすごい楽しかったです。普通に他の車についていけるんです。キャンピングカーだと後ろの車が来たら左に寄せて譲ることが多いんですけど、この車なら普通車と同じ速度でドライブできます。やっぱりキャンピングカーでも運転楽しみたいです。今日改めてそう思いました。車中泊と走り両方求めてる人にはこの車合ってますね。明日の高速旅も快適そうです。キャンピングカーって Google マップの時間予測通りにつかないんですけど、 NV200 ならつきます。より遠くに行きたくなります。それではおやすみなさい。おはようございます。ちょっと車内が暑くて起きちゃいました。現在車内の温度が 27.7 度、外気温が 32.9 度。外に置いてる温度計、直射日光当たってると思います。こっちが朝日なんですけど、すごく暑くなってます。天井は暑くなってないですね。この天井は中に断熱が入ってるそうです。このままだとすぐに30度超えそうな感じです。汗ばんできました。それでは早速クーラーつけます。現在バッテリー残量は 89% です。涼しい風が出てきました。今風量は中にしています。もうちょっと冷えたら小にします。この時期、今現在5月末なんですけど、やっぱりクーラーあったら日中でも車内折れるんで助かります。エアコン中にして現在405ワット消費しています。寝心地なんですけど、このマットやっぱり少し薄かったんでちょっと硬い感じがしました。このシュラフ間に1枚入ってたんですけど、そういった感じはしました。ただ背中が痛くなるということはありません。これは好みによると思うんですけど、自分は間に1枚何か敷いたら問題ないかなと思います。それでは朝の用意していきます。はい、すぐにソファーモードに変わりました。これなら煩わしいベッド展開も楽ですね。なんかですね、このクーラー、この辺すごく冷えて冷たくて涼しいんですけど、この座っているソファの後ろ、なんか熱が来ててヒーターをつけてるようです。このガラスの方はかなり熱を感じます。カーテンも熱くなってますね。例えるなら部屋の中で
電気ヒーターつけて、そしてエアコンつけてエアコンの前で涼んでいる、そんな感じです。もう太陽光とクーラーの勝負といった感じです。温度もガンガン上がってきて、外気温は 35.7 度、多分これ今直射日光当たってますんで、後で影に入れておきます。車内は 25.6 度、このソファーのところですね。ここは快適です。やっぱり車は鉄板でできてますんで、直射日光が当たるとどんどん暑くなります。この辺はバンコンのデメリットですね。バンコンにキャブコンの壁が欲しくなります。それではパパッと朝ごはんをいただきます。トイレ行くついでに道の駅のショップで何かおかずになるようなものあるか探してきます。このレトルトのご飯だけ炊飯器で温めておきます。クッキングシートを敷いて少し水を入れて炊飯します。サブバッテリーの電気は現在クーラー使用していて軽症で使ってますんで、炊飯器はポータルバッテリー使います。エアコンはこのまま風量小でつけっぱなしでいっておきます。どんどん温度上がってきました。外の直射日光に当たっている温度計が 36.2 度で、車内こちらソファーの上が 24.4 度で、もう一個こちらがカーテンの向こうですね、運転席にある温度計が 30.6 度です。はい、温度計このフロントウィンドウ直射日光のとこ置いてましたんで、こちらのタイヤハウスの上に置いてきます。これ忘れないようにしないとダメですね。うわ、すごい空気が美味しいです。うっすらと雲はあるんですけど、青空が広がってますんで、今日は暑くなりそうです。道の駅もうやってますね。鮎の塩焼きいいですね。あとなんかヘゴ飯っていうのがあるみたいです。スズメバチのご飯なんですかね。かなり勇気いりますね、スズメバチのご飯は。ちょっとご飯炊いちゃったんで今日はもうやめときます。すいません、ありがとうね。はい、美味しそうな鮎の塩焼きと五平餅買ってきました。鮭も用意してたんでこちらも一緒にいただきます。この鮭は来る時にスーパーで一切れだけ買いました。こうやってパックじゃなくて袋詰めのやつはシャシャークに便利ですね。ゴミにならないんで。換気扇がないのでもうアルミホイルで完全に密閉して焼きます。わ、美味しそうにできました。かなり豪華ですね。せっかくなんで窓開けていただきます。やっぱりカーテン開けると開放感違いますね。それではいただきます。まずは鮎から。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。車が増えてきましたんで、もう早めに移動します。ゴミなんですけど、今回この下駄箱ですね、こちら使ってませんので、この中に入れて帰ってから捨てます。はい、今車内の温度なんですけど 22.7 度、かなり冷えてます。外気温影のところは25度ですね。でエアコンのないフロントウィンドウは現在 32.7 度です。バッテリーなんですけど、クーラー2時間半使用して現在 57% です。結構減りましたね。バッテリー最初 88% だったんで、クーラー約2時間半の使用で 31% 減ったことになります。
ここからまた山道1時間ぐらい走行しますんで、どのぐらい充電されるかチェックしてみます。それでは安全運転で再出発します。今からなんですけど、このまま山降りていって岐阜県の恵那市に向かいます。結構下りあると思いますんで、この NV200 の下りの走行性能を確かめます。この辺ずっと下りが続いています。で、下りながらこんな感じでコーナリングも続いています。ブレーキはよく効くので安心して走行できます。キャンピングカーだとやっぱ制動距離長いので早めにブレーキングしてコーナリングするんですけど、そんなに直前でブレーキングしなくていいので早く目的地につけます。この後ろの荷物なんですけど、結構山道走っているとキャンピングカーだったらソファーの上の荷物とか落ちたりするんですけど、今んとこ落ちてません。かなりきついコーナリングが続いてるんですけど、やっぱりこの NV200 は低重心でロールが少ない証拠だと思います。なんか本当に山道走るの楽しいんで、どこまでも走りたくなってきます。はい、恵那市に入りました。で、間もなく市街地に入りますんで、市街地入ったらこの一般道のですね燃費測るためにセルフのガソリンスタンドで満タンにしてみます。ありました。走行距離108キロですね。写真撮っておきます。はい、じゃあ近くの公園一旦行きます。その前にコンビニだけ寄ります。はい、ちょうどコンビニ寄ったらですね、この NV200 止めた横にタウンエースが止まっています。こうやって見ると本当にサイズも一緒ですね。こっちが NV200 なんですけど、これがエンジン部分です。で、一方タウンエースは前がない感じですね。これ後ろからなんですけど、こっち側がタウンエースで、その分前がこっち短い分荷室が大きい感じになります。で NV200 はちょっと短くなります。はい、これ後ろからなんですけど、こうやって見ると高さもこのタウンエースの方がやっぱちょっと高いですね。NV200 の方がちょっと低い感じになります。どちらも働く車という感じでかっこいいですね。まさかこの NV200 とタウンエースがキャンピングカーとしてこんなに注目されるとは昔は思ってもいませんでした。河川敷の綺麗な公園に来ました。日が昇って直射日光が当たると結構暑くなってきました。車内でエアコンを当たりながら燃費計算し、この初めて NV200 で1泊2日車中してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。走行充電のファンがずっと回ってますね。はい、じゃあエアコンつけます。バッテリーは 82% まで回復しています。走行充電は2時間15分走行して 25% 増えました。1時間あたり約 12% ですね。2泊3日程度ならクーラー使用しながら旅するのも可能ですね。燃費なんですけど、山道を108キロ走行しました。入ったガソリンが 9.68 リッター、1リッターあたり 11.1 キロ走りました。走行中は車載クーラーつけていて、信号少なめの山道中心でした。高速道路はどうなるでしょうか。さらに伸びてくれそうですね。それでは今回初めて NV200 キャンピングカーで車中旅に行ってみて感じたことをお伝えします。まずは走行面に関してのメリットをお伝えします。やっぱりこのバンコンの中で最高峰の走りでした。タウンエースベースのバンコンもかなり走行面では良かったんですけど、さらに上行きます。加速止まるに関してはタウンエースよりもちょっと上ぐらいだけど、コーナリングに関してはかなりこちらの方が上です。きついコーナーもスイスイ曲がっていく感覚はすごく気持ちよかったです。キャンピングカーは走り犠牲にして車内で楽しむものといった固定概念を覆させられます。走っても楽しい、車内でも楽しいが可能なキャンピングカーです。その分車内でデメリットも見つかりました。まず1つ目なんですけど、収納が少ないですね。もう見てもらったら分かる通り、上部収納は設置できるスペースがありません。なのでほとんどがこのソファー下収納になるんですけど、1回開けたりしてその物を取り出したりしないといけないんで、すぐにアクセスできる収納がほとんどありません。ソファー下収納を使ってて気になったんですけど、ちょっと取り出しにくいとこあったんで、なんか紐かなんか欲しいですね。ソファーを上に上げる紐と、あと手で支えておかないといけないので、なんかダンパーとか固定するものが欲しいですね。そうすると両手でいろいろ取り出せます。2つ目のデメリットは車内での料理ですね。これ分かっていたんですけど、やっぱり料理できないことはないんですけど、かなりやりにくいです。 NV200 の年代によるんですけど、こちらのモデルは窓がもうはめ殺しで開きません。なので完全に空気入れ替えができません。なので調理方法も限られますし、テーブルもかなり小さいのでミニマムな調理セットで匂いの出ない工夫が必要になってきます。あとシンク使ってみて思ったんですけど、やはりかなりちっちゃいんで、これはもう洗い物というか歯磨きや手洗い、コップを洗う専用ぐらいにした方がいいかなと思いました。次のデメリットはこのベッドの長さが少し短いなと思いました。180センチあるんですけど、自分170センチが寝ると少し余裕はあるんですけど、
寝返りを打つと少し頭がこのカーテンに触れました。これは人によるんですけど、今回自分はこれが一番気になりました。もうあと10センチぐらいあったら全然違うんですけどね、この間のスペースなんか埋めればうまいことできそうですね。この辺は DIY でなんとかなるかもしれません。身長によってこれは感じ方変わりますので、気になる方は実際に寝てみてほしいです。次デメリットなんですけど、このソファー背もたれがこのフルフラットになったこの板がこっち側に行くんですけど、結構これがね硬くて垂直なんで崩れにくかったです。なので自分はこんな感じでソファーの背もたれにこんな感じで枕を置いてクッションにしてくつろいでいました。そうすると全然座り心地は良かったんですけど、ただ問題点がこのスペースがかなり狭くなります。もうちょっとお尻出るんちゃうかなっていうぐらいの狭さになりました。もうちょっとこの辺ぐらいもあったらいい気がするんですけど、そうなるとこのスペースが減っちゃうんで難しいところですね。感じたデメリットは以上なんですけど、ちょっと番外編として気になる点が1点ありました。それは冷蔵庫の位置なんですけど、今回はこの大型の冷蔵庫をお借りしたんですけど、実際に車種白旅行くとなったらこれよりもうちょっと少ない半分ぐらいのスペースの冷蔵庫が欲しいなと思います。今回は真ん中に置いたんですけど、このスペースはちょっとね邪魔になるかなと思います。なので置くとしたらこのソファー下のこのスペースですかね、ここに収納できる冷蔵庫があればいいなと思いました。ただそうなると次はこれ開けるときにソファーの板全部外さないといけないんで、なんか半分だけ取れる感じのソファーの板だったら取り出しやすいかなと思います。この辺の冷蔵庫の課題は少し残ろうかなと思いました。次はメリットなんですけど、なんといってもこのビルトインクーラーですね。今回改良されてさらに冷えるようになりました。前エムズアートさんの同じクーラー使ったんですけど、その時よりも確実に冷えてます。今現在タイヤハウス影のところに温度計を置いてて 33.3 度外気温なんですけど、車内は24度と直接当たってるんで寒いぐらいです。外気温の33度はこのアスファルトの照り返しの熱もあると思います。この辺風ら辺はよく冷えていて、離れて天井とかになってくるとあったかくなってます。で直射日光が当たる壁側ですね、こっちもあったかいです。少し音はするんですが、この最強モードですね、これが本当によく冷えました。まずこれで一旦車内を冷やしてからチューにして過ごすっていうのがいいかもしれません。あとは天井断熱とこの窓のフィルム、そして遮光カーテンですね、この3つによってかなり冷えるようになっています。ガラスの遮熱フィルムと遮光カーテンはオプションなんですけど、昼や朝など日中車内でクーラーつけて過ごす予定の方は絶対につけた方がいいオプションです。やっぱりバンコンというのはこの壁にヒーターがあるような感じですね。その中でエアコンを使っている感じになります。できるだけ直射日光を遮る、そういった工夫が必要になってきます。今回外気温が33度なんですけど、35度以上になってくるとどうなるか分かりませんね。やっぱりただの鉄なんでかなり熱が伝わります。この当たってるルーフなどに毛布などかぶせればだいぶ冷えるかもしれません。もしくはルーフキャリアを設置して、その上にガラスのソーラーパネルを敷き詰めれば太陽光の熱は緩和されると思います。しかも電気も生まれるし相性良さそうですね。次いいなと思ったところなんですけど、エムズアートさん家具のクオリティすごい高いんですよね。木の質感もすごいいいですし、こういった端のところもしっかりモールみたいなのを取り付けて傷や汚れに強くなってます。この家具の種類やソファーの種類もすごいたくさんあるんで、もともとそういう会社を行っていたのかなっていうぐらい家具系に関しては強いと思います。車内調理ではデメリットだったこの小さいテーブルのおかげで車内がかなり広く使えます。この端から端までずっと使えるんで本当に広く使えます。もうフルフラットにしちゃってちゃぶ台など小さいテーブルを置くのも良さそうです。あとすごい何気にいいなと思ったのは、この座ってからですね、自分身長170センチでは頭つきません。端で座ってもつきませんでした。頭がつかないとこういった狭い空間でもストレスが本当に少なくなります。最後のメリットは何といっても価格と納期です。中古車ベースなので価格が安いのは一番のメリットですね。もちろん新車からもキャンピングカー作れるそうです。その場合中古車と新車の価格差分値段は上がります。納期も約6ヶ月ということで年内納車可能は嬉しいですね。キャンピングカーによっては1年は当たり前にかかるようになってきました。タウンエース一択だったこのクラスに新たな低価格の選択肢が増えて嬉しいです。 NV200 キャンピングカーの使い方としては、寝るの中心の旅行でご飯は外で食べる、もしくは車内でお弁当中心の方は最高だと思います。一言で言うならタウンエースより端に振ったキャンピングカーといった感じです。高速道路も得意だと思うので、この車だったら遠でも苦じゃないと思います。今から高速道路に乗ってその辺を確かめます。あとはサービスエリアなどの騒音するところでどのぐらい外の音聞こえるか試してみます。